はいどうも皆さんこんにちは。スターリーの河野玄斗です。今回はですね、ジュニア算数オリンピックの問題に挑戦ということで、ジュニア算数オリンピックそもそも何なのかというと、5年生以下の小学生たちが算数を解いて競い合うってものなんですね。で、その中で1問めちゃくちゃ面白い問題を持ってきたので、今回解説していこうと思います。サムネにある問題なんですけど、一見簡単そうですよね。これね、めちゃくちゃ鮮やかに解けるんです。だけど初めに言っとくと、普通に超むずいです。なんとですね、ジュニア算数オリンピック出題したところ、正解率 0% だったみたいですね。ぶっちゃけ高校のね、知識使えば結構解けちゃったりするんですけど、これもう小学校だけの知識でどうやって解いていくかってことをね、皆さんね、ちょっとね、挑戦してみてもいいんじゃないかなと思います。ということで今回その難問、早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。ジュニア算数オリンピックの問題ですね。三角形 ABC があって、AC の長さが 9.5 センチと、で、ここで中線を引いたところ、ね、BC の中点のところを引いたところ、ここが135度になりました。で、この三角形 ABC の面積が15平方センチメートルの時、AB の長さはってことですね。この長さを求めたい。パッと見なんかすごいシンプルな問題で、簡単そう。でもね、こういう簡単そうな問題こそ難しい。実際ね、正解率は 0%。もうえりすぐりの算数マニアの人たちが 0%。でもこれね、小学校5年生でもちゃんと解けるようになってるんですよ。はい。じゃあどういうふうに考えていくか。まずね、パッと見たとき、いろんなところがあって、三角形 ABC の面積っていうのをね、どう使いたいかって考えますよね。最初ね。15平方センチメートルか。とすると、ここね、9.5 センチってあるわけだから、ここ底辺として見た時の高さがわかる。なんならここ1対1だから、この三角形ね、ここ D とすると、ADC の面積が 7.5 だから、ここのね、高さ H がわかるなと、ね、思うわけですよね。そうすると、2分の 1×9.5 底辺×高さっていうところが、この三角形 ADC の面積 7.5 になって、H っていうものがどうなるかっていうと、19分の30か。なるほど、19分の30センチだっていう風になってくるわけですよ。ただ、19分の30センチって言われても、なんかちょっと違う感ありますよね。このね、違う感って大事なんですよ。19分の30センチから始めて、この X の長さ出すか普通っていう風に思っていくわけですよね。だからこういう風に、ちょっと違う感っていうものを感じ取って、方向転換していくと。じゃあ、二つ目のね、考え方として、ここ中線か。こういう風にね、補助線引いてみたらどうなるんだろうと。要はこれ全体をね、平行四辺形にしてあげることによって、ここね、同じ長さになると。そうすると、ちょっと見栄えが良くなるんですよね、見栄えが。こういう風になって、この対角線の角度が135度と45度と。ここが ABC ね。で、ここが 9.5 センチで、ここが X。求めたい X っていう風に見れるわけですね。で、この平行神経をごちゃごちゃやってあげればいいのかなっていう。でもこれね、意外とうまくいかないんですね。いろいろごちゃごちゃやってて、こういう試行錯誤は必要なんですけど、ここでね、ここが135度で45度っていうことを使って、45度使うには、ここ水線を下ろさなきゃいけないよなっていう感じになるわけですよ。はい。もちろんね、高校の範囲で余弦定理とかね、もちろんあるんですけど、普通しないですよね。はい。45度で、そうしたらここが二等辺三角形になって、こういうのを使っていくのかなっていうふうに考えていく。で、こっからが正解率 0% のゆえんなんですけど、じゃあどう補助線を引けばいいのか。これね、ここに45度っていうものを見出してあげて、これ、算数オリンピックの世界では割とよくある手法なんですけど、こういう直角三角形をですね、はい、こういうふうに4枚並べてあげるんですね。こういうふうに4枚。この三角形だけ見てくださいね。この三角形 A、じゃあここ H だとすると、AHC と同じものをこういうふうに1枚、2枚、3枚、4枚っていうふうに並べてあげることによって、ここ正方形になって、ここが正方形になるんですよ。これね、よく使う手法で、なんなら三平方の定理もこれでね、導きますよね。A 2乗 +B 2乗イコール C 2乗のやつもこれで導ける。これをしてあげることによってね、面白いことがわかるんですね。はい。一緒にね、この45度の線も合わせて写してあげましょう。例えばここだったら、こんな風に写ってくるじゃないですか。このね、ここの部分もここに写ってくると。そうすると、このね、15平方センチメートルっていうのをどういう風にうまく使えるかっていうと、これ結局ね、三角形 ABC の面積が15平方センチメートル。ただ、
これね、ちょっと特別な感じで、こう一本ね、補助線を引いてあげましょう。そうすると、なんとですね、ここの三角形とここの三角形が同じものになるんですね。その理由ね、今から説明していくんですが、これなんで気づくかっていうと、試行錯誤して気づきましょうっていうね、もう算数オリンピックっぽいですよね。よくある手法ではあるけれども難しい。はい。ここね、まず垂線を下ろすことによって45度、45度っていう三角定規型ができると、こことここの長さ一緒ですよね。そうするとですね、簡単に言うと、ここを対象軸にして、三角形 ABD をパタンって折り返してあげると、ここにね、そのまま移ってくるんですよ。っていうのも、この ABD のこの45度の部分がこの45度に来るし、AD はそのまま DA に変わりますよね。で、さらに言うと、この BD の部分がここの長さと同じってことが言えれば、一応中学校の範囲になるけど、合同条件っていうものがあって、で、要は結局鏡写しになってるよねってことが言えるわけなんですね。で、実際 BD っていうのは、このちょんちょんの部分ですね。ちょんちょんの部分。で、ここのね、A からここの赤線の部分っていうと、このね、直角三角形をくるって回転させたもので、そこの45の P っていう線なわけだから、こことここね、BD と、ここの長さ一緒になってるわけですよ。ちょんちょんの長さと一緒。ね。だからちょんちょんの長さ一緒なわけだから、これね、折り返してるってことになるわけなんですね。すなわち、ここの面積とここの面積って一緒なんですよ。よろしいですか？とすると、三角形 ABC の面積って、結局、ここの面積に変換できるよねっていう話になってくるわけなんですよ。これね、実は同じことを4箇所でやると、はい、ちょっとだけ汚くなってしまったんですけど、ここ45の直角三角形ね、全部平行移動させてあげると、結局ですね、ここの三角形がここの三角形に移るし、本来ね、ここの三角形にあったものがここに移るわけですね。で、ここが15平方センチメートルだよっていうふうになるわけですよね。で、同じように、ここの部分も15平方センチメートルになるわけだし、最後のここの部分ですね。もう15平方センチメートルだよっていうふうになるわけなんですよ。よろしいですか？そうすると、これ、内側のね、正方形の面積が求めることができるわけですね。対称性だからもうこれ正方形になるんですけど、これ大きい正方形が、これ一辺が 9.5 センチ。そっから、だから 9.5×9.5 ですね。引く、このね、15平方センチメートル4つ分ですよね。15×4。で、これね、90.25-60 で 30.25 平方センチメートルになると。はい、これ秒でね計算したんですけど、超速計算術っていう動画でね詳しく書いてるので、簡単に言うとこれ55で25になって25ね。でこれ 9×9 の1個上の 9×10 で 90.25 っていうふうにもう暗算できるんですよ。 90.25 引く60で 30.25。これ超速計算術の動画見てください。でこれ 30.25 平方センチメートルになると、これね何が嬉しいかというと、ここね一辺の長さ AB ですよね。なぜかっていうと、これさっき三角形 ABD をパターンって折り返したものがここに来るよってなったわけなんで、これね AB がここに来るわけなんですよ。ということで求めたい長さ X ね。ですると X を2回かけたものが 30.25 ということで、この X が求められる 5.5 センチと、これもね超速計算術分かってれば5525で 5×6 で30みたいな感じになりますね。はい。答えが 5.5 っていう風になるわけなんですね。こんな感じで解いていくわけです。ね。算数オリンピック、ジュニアですよね。だから小学校5年生の人がこれ解くっていう感じなんですけど、確かに言われてみれば小学校の知識しか使ってないんですけど、めちゃめちゃ難しいですよね。最初いろいろ試行錯誤しながら、45度使うためにはこのね、垂線を下ろさなきゃいけないな、この三角形、ね、4枚重ねなきゃいけないかな、重ねてみよう。ここの部分ここに移せるじゃん。もうね、たくさんね、やることがある。で、ここの AB のここのね、正方形の中からこの正方形を切り抜いた。これが、この形、ね、15×4 がここに来るっていうことをしっかりと見抜いて解いていく。算数の世界奥が深いなって思いますね。はい。算数の世界奥深いよと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントにこういう動画撮ってほしいよっていうものを載せてもらえると嬉しいです。あとね、解けたよって方もね、ぜひコメントしてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。